皆さんこんにちは。今回は背景の描き方について解説します。ナレーションはミサがお送りいたします。前回の背景の描き方の動画では、アイレベル、小質点、パース点を使った描き方を解説しました。一点透視図座法や二点透視図座法などの遠近法の使い方も解説しました。詳しくは背景の描き方の動画内で解説しているので確認してみてください。今回は空、山、草原などの自然広がる風景を描いていきます。最初に画面を半分に分けて地面と空の位置を決めます。まずは地面から描いていきます。今回は画面を横にして 2048×1536 のキャンバスで描いていきます。カラーボタンから草原の色を決めます。ベースカラーは薄い色を選ぶといいです。手ブレ補正ウィンドウから長方形描画ツールを選択します。塗りつぶし機能を有効にして色を揃えます。一気に草原を塗ります。空も同じ方法で塗ります。この境界線がアイレベルになります。今回はレイヤー内を整理していきます。特殊レイヤー追加からフォルダー追加を選択します。3点ボタンからフォルダー名変更を選択してフォルダー名をつけます。次は地面を描いていきます。ツール選択ウィンドウから自動選択ツールを選択します。この機能は選択した範囲のみ描くことができます。今回は緑の範囲を選択します。土の地面は鉛筆グラファイトを使って描いていきます。アイレベルの近くは手前側より遠くの位置になるので小さく描き、手前側は近い位置になるので大きく描きます。ただまっすぐに描くのではなくジグザグに描きます。これから地面の形を整えていきます。ツール選択ウィンドウから移動変形ツールを選択します。パース変形の機能で形を整えながら描いていきます。次に草を描いていきます。まずは道の端の方から草を描いていきます。ブラシは消しゴムの鉛筆グラファイトを使います。地面のレイヤーを消しゴムツールで削って描くことで草が生えているように描けます。こんな感じで草を増やしていきます。遠くの草は小さく描いて、近くの草は大きく描きます。次は草原を描いていきます。新規レイヤーの追加をしてフリッピングをします。
ブラシはエアブラシ台形 20% を使います。遠くの方はサイドの低い色でグラデーションをかけることで遠近感を出すことができます。逆に手前は濃い色にします。先ほど草を描いたブラシと同じものを使います。短いものや長いものを組み合わせると自然な草が描けます。全面を草で埋めてしまうのではなく、ところどころ隙間を空けます。草はシルエットを描くイメージで、具体的に描き込む必要はありません。このままだと草の部分が目立って浮いてしまうので、草原の色に濃い色を塗り重ねていきます。ブラシは水彩リアルを使います。ブラシサイズや透明度を変えながら草原にメリハリをつけていきます。濃い緑の部分を描くことで草を背景になじませることができます。レイヤーの不透明度を下げて全体の色を調整します。新規レイヤーの追加をしてグリッピングをした後、ブレンドモードから加算発光を選択します。奥の方は少し明るい色で塗ります。ブラシ不透明度を下げた消しゴムブラシを使い色を調整します。鉛筆グラファイトで草にハイライトを入れていきます。草を描いていなかった場所にハイライトを入れるのもありです。次は土の地面を描いていきます。ペンフェードでブラシの不透明度を下げて地面のデコボコを描きます。この時ひし形を意識してジグザグな線を描くといいです。今度はペンフェードの消しゴムブラシで削っていきます。ところどころに出っ張りを描いて地面のデコボコした質感を強調させます。加算発光で色を調整しながら地面にハイライトを入れます。平筆水彩混色ブラシで地面の色にメリハリをつけていきます。加算発光で明るさを加えます。山を描き始める前にここで空気遠近法について解説します。空気遠近法とは外などの空間において空気の影響を受け、遠くの物体の見え方が変化して遠近感を出す手法です。遠くの見え方が変化するのは、空気中の水蒸気などの不純物の影響で、霞がかったように見えます。昼間の晴天時は遠い物体ほど青みのある淡い色になります。この手法を活用しないと距離感が生まれず、色味が単調とした絵になってしまいます。
外の風景を描くときは空気遠近法を活用して広大な距離感を表現していきましょう。鉛筆グラファイトで山を描きます。左右対称な形にならないように山のシルエットを描きます。形を変形させたり削ったりして調整します。水彩ポイントで山の影を塗っていきます。まず斜めに影を入れてからデコボコをつけていきます。後ろの山は遠い位置にあるので書き込む必要はありません。淡い色を使って空気遠近法による遠近感を表現していきます。クリッピングをしてレイヤーの不透明度を調整します。遠い位置にある山は先ほどより青みのある色にします。エアブラシ台形 20% を使ってハイライトを軽く入れます。最後に空と雲を描いていきます。一度山を描いたレイヤーをレイヤーの表示切り替えボタンを押して非表示にします。クリッピングをして空のグラデーションを描きます。ブラシはエアブラシ台形 20% を使います。上の方は青みを強くして、下の方は明るいグラデーションをつけます。再びレイヤー表示切り替えボタンを押して山のレイヤーを表示させます。ここからは雲を描いていきます。水彩にじみを使って雲のベースを描いていきます。カラーは白で不透明度を下げた状態で描きます。ジグザグに雲を配置していくと遠近感がついて自然な雲の流れになります。さらにパース線があることを意識すると雲の配置に遠近感がつきます。この辺りの雲は遠い位置になるので雲が重なって見えます。またパースを意識することで後ろの雲に影を描く時のヒントにもなります。次は水彩リアルのブラシで描いたり削ったりして雲の質感を出していきます。ツール選択ウィンドウから指先ツールを選択して雲のエッジを表現します。ほどほどにエッジを入れていくとリアルな雲に近づきます。雲は自然物なので規則的な形が続いたりすると違和感が生じてしまいます。なので雲を描くときは形をバラバラにしたり大きさを変えたりしてランダムな形を意識しましょう。形を作った後に消しゴムブラシで削っていくことで簡単に複雑な形を作ることができます。また雲の輪郭をはっきり描いて部分的に密度を高くすることで立体感のある雲になります。クリッピングをした後に雲を描いたブラシで影を描いていきます。
先ほどの雲のイメージ図を使って雲の影について解説します。ファース線に合わせて配置した雲の影は奥に向かうにつれて細く平たな影になっています。逆に手前側の雲の影の面積は大きくなります。影の色は一度灰色を使って描きます。雲の底辺部分を中心に影を入れていきます。灰色の影だと空の色に合わず悪目立ちしています。ここで影に青みを入れると背景の空色になじませることができます。雲の影は空の状況に合わせて色を決めていくといいです。画面の上の雲は影を多めに入れて下に行くにつれ少なくしていきます。奥の雲に影を入れる必要はありません。あとは背景全体の色を調整していきます。ツール選択ウィンドウからフィルターを選択します。色調整を選択し、その中にある色相、サイド、メイドを選択します。ツールを使うと簡単に全体の色を調整することができます。完成です。ご視聴ありがとうございました。